どうも皆さんこんにちは、あきやです。今回は Apple Watch SE2 シリーズ10 Ultra 2どれを選ぶべきか徹底的にね解説していきたいなと思います。ということで皆さん今回はですね、こちらじゃじゃんと、Apple Watch SE2シリーズ10、ウルトラ2がね、それぞれ全てあるんですけれども、このラインナップがですね、実際のね、現行シリーズといった形になるので、今から Apple Watch を買うとなると、ここから選ぶことに、なると思うんで、今回はそれぞれの違いであったり、どのモデルがどういった人におすすめなのか、で、僕が実際に使用してきていて、それぞれどういう風にね、実際の使用感があるのか、それをね、全てね、実際にみんなにご紹介できればなという風に思っております。きっとね、この動画を見ていただければね、皆さんにとって自分に最適なね、シリーズがね、わかるかと思いますので、ぜひよかったら最後までね、見ていただければなというふうに思っております。というわけで早速進めていきたいんですけど、まずは結論からお話をさせてください。それぞれおすすめのね、用途があるので、それをね、お話ししていくと、まず Apple Watch SE がおすすめな人は、Apple Watch をこれから初めて始めたい方、入門にすごくいいと思います。で、自分がそこまでめちゃくちゃ使いこなす自信がないなとか、iPhone と一緒に連携して、便利な機能が使えたらいいなっていうぐらいの方は SE がおすすめです。で、シリーズ10がおすすめな人は、仕事とかトレーニングとか睡眠とか全部をしっかりと記録して、Apple Watch でできることをちゃんとね、全部ね、しっかりとやっていきたい。しっかりとね、頑張って使いこなしていきたい。SE ではね、できないこともちゃんとやりたいよっていう方はシリーズ10がね、一番おすすめですし、僕もね、一応シリーズ10が一番ね、おすすめしたいモデルにはなっています。で、最後はウルトラですね。ウルトラに関してはもちろん、スポーツとか登山とか水泳とかアクティビティとかね、そういったね、本当にプロ向けのアクティビティにね、活動されている方っていうのはもちろんなんだけど、あとはやっぱりロマンです。めちゃくちゃかっこいいし、すごくね、デザインとか、所有欲を満たしてくれるものにもなっているので、しっかりと Apple Watch っていう時計の中でもよりね、すごく一級品のものを使ってみたいとか、よりですね、ファッションとかデザイン性も重視しながら最新モデル、最先端をね使っていきたいっていう方は、ウルトラがねすごくおすすめかなと思っています。以上がね結論にはなるんですけど、しっかりとねこの後細かく解説していけたらなというふうに思っていますので、早速ね見ていけたらなというふうに思います。ということで、まずは本体の素材とかデザインとかサイズ感というもののね違いをね見ていきたいなというふうに思います。そもそも Apple Watch のラインナップとしては、こちらから安い順に Apple Watch SE シリーズ10、今年は10で、これまで去年とかだったら9とか、それの前は8、7、6、5、4みたいな感じであるんですけど、これがね一番ベーシックなモデルですね。で、一番左のねこのウルトラがね、値段もねかなり高いですし、よりですね、結構プロ向けというか、僕も含めて一般の方には結構ね機能を持て余してしまうような形のシリーズにはなっています。で、そもそもですね、素材っていうのもね大きく今は2つパターンがあって、1つがアルミニウムで、もう1つがチタンですね。今はねこの2つの展開になっていて、 SE に関してはアルミニウムしかなくて、でシリーズ10がアルミニウムとチタンですね、チタニウムを選ぶことができます。で、ウルトラがチタニウム限定になるんですよね。で、この素材に関しては実際にこれアルミニウム、チタニウムという形なんですけど、アルミニウムのね方が安いですし、耐久性能的なところはねチタニウムがすごくいいかなとは思うんですが、全然でもねアルミニウムでも全然ね僕はデザインとしてはもう問題ないかなというふうには思っております。ただね、実際にシリーズ10とかのねチタニウムモデルを見てみると、やっぱすごくデザインがかっこよくてですね、高級感があって結構光沢、艶があるような形なんですよね。値段がねかなり上がってしまうっていうのはあるんだけど、シリーズ10シリーズを買う方は一応ねチタンモデルもねあったりしますので、バリエーションとしてそういったねところも選ぶことができるようにはなっています。で、そして次がサイズですね。 SE モデルが 40mm または 44mm、 シリーズ10のモデルが 42mm または 46mm を選ぶことができます。で、ウルトラは 49mm のみになります。で、僕が今つけてる SE、 これが 40mm のサイズになっていて、でこっちのシリーズ10が 46mm です。で、ウルトラが 49mm っていった形なので、文字盤でねかなり大きさが変わってくるんですよ。で、実際にね表示領域っていうのがねかなり変わりますので、自分にはねどのサイズがいいのかなみたいなことを考えて選ぶことが大事かなと思っています。で、このサイズ感に関しては実際につけてみないとね結構イメージがね違ったりする可能性があるので、僕としては Apple Store とかで実際に一回試着をしてみてほしいなというふうには思っています。で、重量もねそれぞれ大きく違いまして、 SE モデルの 40mm であれば約 26g とすごく軽量なモデルになっています。で、シリーズ10のねこの 44mm で約 36g 程度なので、SE よりはねやっぱり重たくなってきますね。で、ウルトラ2、これはだいたい 61g ぐらいになってくるので、 SE のね 40mm よりもね2倍ぐらいの重さになってくるので、実際の使用感っていうのはかなり違って
きます。なのでそこも含めて絶対ね、試着した方がいいかなと思います。で、次に大事なことは GPS とセルラーモデルの違いです。Apple Watch っていうのは GPS モデルとセルラーモデルの2つをね、選ぶことができるんですが、ウルトラに関しては GPS プラスそのセルラーモデルっていうもの限定になるので、ウルトラはね、もう必然的にセルラーモデル機能付きになってるんですよね。SE とシリーズ10に関してはこの2つを選ぶことができるんですが、これは何かというとですね、セルラーモデルの場合だと iPhone がなくてもデータ通信を行うことができるモデルになります。で、ここで大事なことは別にデータ通信を行わなくてもいいというところなんですね。で、つまりどういうことかというと、セルラーモデルにしておくことによって自分がね、回線をさらにプラスで契約をすれば、これは契約をした場合になるので、セルラーモデルを買っていても別に契約をしなければ別にね、追加料金っていうのはかからないんですよ。なので自分がこう iPhone とかをね、持たずにトレーニング行きたいとか、ジムの筋トレ中とかに、iPhone とかをね、自分の体から離してロッカーに入れといて iPhone との接続を切った状態で音楽を聴きたいとか、もし通知が来たらね、それを返したいみたいな、いろんな決済も含めてより iPhone を持たずにしてもデータ通信が行える。ちなみに音楽は Apple Watch 内にダウンロードしておけば GPS モデルでも使うことができるので、なのでやっぱりトレーニング系がやっぱ多いのかなとは思うんですけど、なので iPhone がなくても通信ができるようになるモデルという風になっています。このセルラーモデルはね、回線をねプラスで、契約することになるので、対応のね回線っていうのがね、こんな感じで今のところね、めっちゃ多いわけではないし、めっちゃねお金がかかるってわけではないんですよ。数百円からね月々使うことができたりするので、用途によってはねそういった方が必要になる方もねあるかなと思います。で、セルラーモデルの良さとしては、LINE とか音楽再生ができるっていうところ以外にも通話機能がね、使えたりもするので、iPhone がなくても電話がねできたりとかね、そういったところのねメリットもあるかなと思っています。ただ僕としては今までねウルトラ以外のモデルに関してセルラーモデルで買ったことはないんですけど、本当に人によってはね必要になるかなと思うし、僕はセルラーモデルねウルトラだったら使えるので、せっかく契約してみようかなという感じではあるんだけど、でもほとんどの方が、GPS モデルで全然いいんじゃないかなというふうには思います。セルラーモデルを選ぶことによって価格もね上がりますので、一応ですねこの Apple Watch はねここのね2つを選ぶことができるというふうにね覚えておいていただければなと思います。はい。で、そして次 Apple Watch をね選ぶ際にすごく大事なのが電池持ちですね。バッテリーの持ちがすごく重要になってくるんですけど、これはねもう大きく分けて2つなんですよ。ウルトラか他かっていう感じなんですね。で、基本的に Apple Watch ってバッテリー寿命が短いんですよ。今の世の中ねいろんなスマートウォッチがあって、他のねメーカーとかやったら結構何十日とか持つようなものも全然あったりするんですけど、 Apple Watch は基本的に1日しか持ちません。ただウルトラに関しては2日3日ぐらいは持ちます。ただこのシリーズ10とかね SE っていうのはバッテリー持ちがねやっぱり厳しいので、ほぼ毎日充電しないといけないというふうに思っておいてください。で、一応スペック上では SE の第2世代、このね一番最新のモデルだとしても最大18時間で、シリーズ10も同じように最大18時間のみなんですよね。24時間をね計測する腕時計で18時間ってさやっぱ短いわけですよ。で、Apple Watch の良さってさ睡眠時のねトラッキング、睡眠状態も管理できたりっていうのがあるので、寝る時にね睡眠をするかしないかっていうのもそこも結構派閥が分かれると言いますか、僕はね寝る時もねトラッキングしたいので寝る時もつけるので、じゃあいつつけようかなっていう話になってくるんですけど、それを含めてもこう毎日ね充電をしないといけないんですが、ウルトラであれば、2日3日に1回ぐらいでね充電は全然大丈夫なので、そこはね結構違いがあります。で、 SE じゃなくてシリーズ10のモデルに関しては高速充電に対応しています。 SE はねちょっと対応してないんですけど、シリーズ10と Apple Watch Ultra に関しては高速充電に対応しているので、だいたいですね30分ぐらい充電をしてあげればもう 80% ぐらいね全然余裕で溜まります。実際にねシリーズ10と Ultra にはこのようなね高速充電ケーブルも付属されるので、これでですね20W か 30W かなの、USB アダプターをね使ってあげればしっかりとね高速な充電ができますので、例えばね、入浴中ですよね、お風呂に入ってる間だいたい 2,30 分かかるじゃないですか。その時にも充電しておければだいたい1日ぐらい使えるかなといった形になるので、そこはねウルトラ以外の方がね良さというか、強みにはなってるかなと思います。で、そして次 Apple Watch 選びで大事なことは常時表示です。常時表示ディスプレイかどうかっていうところも大事なんですね。今僕のこの腕を見てください。この中で、SE2 だけ表示が消えていますよね。これをこうやって手をかざしてあげるとつくんですが、
基本的には、消えてしまいます。これが常時表示機能があるかどうかといったところですね。シリーズ10とウルトラに関しては常についてるんですよね。なので腕をこうやってクイッとしなくても時計の確認ができちゃうんです。これがね、結構便利なんですよ。僕はね、やっぱり結構デスクワークがあるので、こういう風に腕を置いてやってるんですけど、いちいちこう見なくてもわかる。やっぱりこう腕を見るだけでもう時間書いてるっていうのがすごく便利だったりしますし、やっぱり人の前でこう時計をね、見る動作ってなかなかね、したくない時もあるじゃないですか。そういう時にチラッとね、見れるっていうのは結構これ思ってるより便利なんですよね。そこがね、ちょっと SE だとこうわざわざ一回見ないといけないっていうところは、ちょっとだけ煩わしさではあるので、ちょっとっていうか割と結構あるかなとは思うんで、ここもね、大きな違いにはなっております。で、ちなみにディスプレイの明るさも違うくてですね、SE が1000ニット、シリーズ10が2000ニット、ウルトラが3000ニットになってますので、右から順にね、明るくなっていくといった形になるんですよね。なので、このディスプレイの明るさが明るければ明るいほど、外でね、外出時にこのディスプレイをね、確認するときにも、すごくね、太陽光が強くても確認しやすいっていうね、良さがあったりしますので、この辺もね、やっぱりシリーズ、モデルごとによっても変わってくるという風なところになっております。で、続いてもう一つ大事なこと、ぜひね、知っておいてほしいことは、フリック入力ができるかどうかも大きな違いになっております。これも同じように SE のみできないんですけれども、例えばこのシリーズ10とかで、じゃあ何かしらのアプリをね、入れたいってなった時に、こういう風にフリック入力、こんな感じで入力をね、することができるんですよね。で、これがね、意外とできるんですよ。こんな感じで、アキヤみたいな感じとか。ムービーみたいな感じで割とね精度ちゃんとよく意外とね打てるんですよね。で一方この SE で何かしら入力をしたいってなった時にこんな感じでもう音声入力になってしまうんですよね。これがねやっぱこのフリック入力ができないっていうところで、音声のね聞き取り能力は結構それなりにいいかなと思うんですけど、なのでこう LINE とか、メッセージが来た時に、返信のね定型文とかはあったりするんですが、音声で入れるか、決められたものを設定したものを返すかしかできない。ただこっちであれば、LINE もね自分のこう言葉で返せたり絵文字もつけたり英語にねできたりもするしっていうので、もちろんウルトラもできます。ここら辺が結構ね違いとしてありますので、このね使用感は大きく変わりますので、Apple Watch で返信をねこう自分で打ってやることがありそうな方はやっぱりね SE ではなく他のモデルの方がいいかなというふうには思ってます。はい。で最後にですね Apple Watch を選ぶ上でねすごく大事なことがセンサーですね。はい、Apple Watch がいろんなこう機能をね、使うことができるように、いろんなこうセンサーの開発があって、でそれらがかなりですねできることに影響してくるんですよね。でここもね基本的に SE かどうかっていうところになってくるんですけど、基本的にこの SE はですね心拍数の計測のみになってくるんですよ。このようにですね自分のこう心拍数みたいなところをね測ることはできるんですけど、ただこれぐらいになってしまうんですよね。で一方でこのシリーズ10とか、ウルトラっていうのはどういったことができるかっていうと、一つは血中酸素濃度の計測ができたりします。異常があったりするとね、通知をして知らせてくれたりもしますし、あとは心電図もね、実際にねセンサーが読み取ることもできたりするし、あとは皮膚温センサーですね。実際のこう体内のこの皮膚の温度からをこう計測して、女性とかだったらね過去の排卵からいろいろとね推測していくとかね、そういったこともできたりするんですよね。であとはね水温センサーとか水深計とかのねあるものもあったりするので、自分が今水深何メートルぐらいにいるのかとか、そういったことも一応測ったりすることができたりするし、あとは睡眠時の無呼吸症候群のこう通知とかも、異常があればそれをね通知してくれるといったことができるようになってるんですよね。でこれらの機能に関してはあくまで Apple Watch っていうのは医療機関ではない、医療器具ではないので、ここからこの通知たちを元に医療機関での診断をお勧めする、推進するといったものなので、これら全てが診断結果ではないとは思うので、実際にねこれらの通知を来てそこから病院に行くなりとか、そこからこう診断をね検討していくっていうことが大事になるので、これらを全てね信じきるっていうのは良くないと思うんですが、ただそういったこう知らせるきっかけっていうものができてくるんですよね。そのようなところでこうセンサーのね部分の違いっていうのもあったりします。はい、という感じで、これらが実際に僕がねまず Apple Watch を購入することを考えたら、こういったことが主に変わってくる。で Apple Watch ってこういったことができるんだよっていうところをざっくりとねお話をさせていただきました。ではここからはですね一つ一つのシリーズをもとに僕がね実際に使用していって実際の僕の使用感をねお伝えできればなというふうに思います。今の段階だったら結構 SE の機能削られてるなと思いがちなんですけど、 SE でもできることもめちゃくちゃあるんですよ。であるいはシリーズ10でその抜群さ万能さもわかると思うし、ウルトラにはウルトラなりの良さもあったりするんですよね。あるいはそれぞれのメリットデメリット、一概に全てウルトラがいいとかシリーズ10を選んどけば絶対幸せってわけでもないんで、実際に僕が使用しているからこそわかる使用感をねそれぞれお伝えしていこうかなと思います。じゃあちょっと他のバンド取っていきますね。
はい、じゃあまずはですね、このね、SE のね、実際の使用感からね、お話をしていこうかなというふうに思います。僕が SE ですごく一番いいなと思ってるところが、睡眠ですね。睡眠のやっぱり記録っていうのが、すごくね、小さくて軽いものになるので、やっぱり睡眠時に装着感のストレスが全くありません。まあ、全くってわけじゃないんやけど、他のモデルに比べて圧倒的に快適で楽です。この小ささは睡眠時で一番恩恵があると思っています。そこがまずすごくいい。で、それに伴ってこのサイズ感による疲れとか疲労感っていうこの腕のねところっていうのも一切ありません。なので特に女性の方とか細身のね腕をした方にもすごくねこう最適なモデルかなというふうに思いますし、こう時計をねつけているところによるストレスみたいなものがかなりね軽減されているっていうか、まあほぼ感じないようなものなので、やっぱりねこの軽量さっていうところはねすごくいいんじゃないかなと思います。で、あとはこの小型なサイズっていうところと、やっぱりこの細身のバンドっていうところに合うので、特にやっぱこう女性の方とかがファッションアイテムとしてもね取り入れやすいんじゃないかなというふうに思いますし、バンドのね展開もね結構豊富で、サードパーティー製のものとかも、女性の方向けのねデザインのものもいっぱいあると思いますし、何よりこの小型サイズなのでこうちょっとこう袖にもね入れやすかったりします。まあ冬とかここが出てると結構寒くなっちゃうじゃないですか。なのでトレーナーとか、まあスウェットとかニットとかいろんなものでもこう全然被せようと思ったら全然被るぐらいの大きさなんですよね。このウルトラのねサイズ感になってくると、服をかぶせようと思っても若干こう詰まってしまう。特にねシャツ系の袖ってね全然入らないので、まあその辺の部分がやっぱりこの小型さっていうところからものすごくねいいところだと思っています。で、実は SE でももう十分いろんなことができるんですよね。例えばですね、こんな感じで音楽アプリをね開いて、自分でね、音楽をね再生したりストップをさせることもできたりしますし、まあ、健康系のねこういったスポーツ系のね記録をね取っておくこともできたりしますし、で他にも自分のね睡眠のね記録ですよね。はい、こういった今日は何時間寝ましたよみたいなこともね全部確認することもできます。あとはこの文字盤ですよ。こういった感じでいろいろとね自分好みにカスタマイズしていくことができますと。で、まあ、結構ねいろんな文字盤を楽しむことができて、これを追加して、はい、数字のデザイン変えたり、スタイルでこんな感じにもしたりとか、カラーも変えたりとか、まあ、こういう風に結構いろいろとね変更させることもできるんです。で、他にも iPhone 鳴らす機能とかも使います。ここからこれですね。はい、僕の iPhone が今なってますが、こんな感じで iPhone がなくなった時に探すことだって全然余裕でできますし、他にも iPhone のカメラですね、これを遠隔で、はい、こんな感じにやってあげると、ちょっと今後ろ向いてるんですけど、これを、前の前面カメラにしてあげれば、はい、こんな感じで僕がねここの iPhone につながって、はい、こんな感じで写真のね記録ができたりとか、で他にもね、まあ、ちょっと位置情報があれなんであれですけど、まあ、マップをね見ることもできるし、天気をね見ることもできたりするし、であとはね同じようにスマートスタックのねところも見ることができますので、普通にSE でも内部的なことっていうのは全然できます。十分だと思ってます。マジで上げるとキリがないんですけど、 SE だとしても OS のアップデートは入っていくんですよね。最新だと WatchOS11 になるんですけど、そこで搭載された、まあ、例えばこういった翻訳機能とかで海外とかにいる時に、タイムズスクエアはどうやっていけばいいですか、適当ですけどこんな感じでやると、はい、翻訳されたものが出てくるんですよ。でこれで再生すると、はい、こんな感じで音声を読み上げてくれることもできます。まあ、他にもね、まあ、僕はやってないんですけど、薬のね、服用とかですね、はい、こういったものをね、服薬か、はい、とかをね、設定しておけば、毎日ね、設定した時間にね、薬飲みますよみたいなことをね、通知してくれたりとか、OS のアップデートはね、他のモデルとも共通して出てくるので、入ってますので、十分本当に使えます。で、他にも無呼吸症候群の通知だけはね、ないんですけど、緊急 SOS とか、衝突事故検出、こういったものは SE にも入ってるんですよね。なので、こう、事故のようなね、こう衝突を検出した時に救助をね呼びますかみたいなことをねオンにして通知させることもできたりとかで、それでね過去にこう人命がね助けられたっていう事例っていうのは今までいっぱいあるんですよね。なのでそういったこういざっていう時のね、安心感っていうのは SE でもね全然ありますので、安全面っていうところもねしっかりと確保されておりますので、まあ、なので結構ね SE でもじゃあ全然いいやんっていう感じにはなりますよね。ただまあ一方でですね、実際にねこう使用していく身としてはやっぱりこう常時表示がならないので、こうやって消えていくとやっぱりこうタッチするか、もしくは消えた時に、はい、こうやって自分でねこう向けてあげるか、まあ、ここら辺はねやっぱちょっとだけ難しかったりはするし、あとはねこうフリック入力もねできないっていうのは結構ストレスではありますし、あとやっぱ充電かな、高速充電に対応していないので、まあ、充電のね溜まりが遅いっていうのもね挙げられますので、なので睡眠もねしっかりとね記録したい方はね1日の間にこうどこで充電しようかなっていうところは考えていかないといけないかなというふうには思います。なのでまとめると SE がおすすめな人はもう Apple Watch の入門者、はい、Apple Watch を初めて買うっていう人にはすごくおすすめだ
だし、で、あとはね、めっちゃ使いこなすっていう自信がない方にも SE の方がおすすめかな。シリーズ10とかね、ウルトラはね、ちょっと持て余してしまうね、ことがね、考えられる方は SE って全然いいのかなと思います。ただ一方で、仕事、睡眠、トレーニングとか、普段のね、便利機能を使ったりとか、もう全部丸々ね、この SE でやりたいっていう方にはね、ちょっとね、向かないというか、バッテリーの減りも早いので、そういった方はシリーズ10とかの方がね、僕的にはおすすめかなといったところです。はい、というわけで、そしたら次はシリーズ10ですね。実際にこれのね、使用感をお話ししていきます。で、さっきね、SE でのこうできることっていうのはお伝えしたと思うんですが、基本的に SE でできることはもうこっちで全部できると思ってください。ウルトラもシリーズでも両方とも全てできます。その上で、さらにこういったことができる。そして、こういったところはこんな感じ、こっちはこんな感じだよ、みたいな実際のね、使用感をお話しします。まずですね、画面がめっちゃでかいんですよ。すっごい見やすくて、これね、46mm モデルになるんですね。42mm より大きいモデルになるので、そのモデルの話なんですが、実はですね、これウルトラよりも、画面サイズ実はでかいんですよね。ケースのサイズ、このね、側のことをケースって言うんですけど、このディスプレイサイズに関しては、10の方がね、実はでかいんですよね。公式のね、比較があるんですけれども、これ実はですね、ピクセルの多さと、その表示領域っていうのは、実は10の方が大きいっていうね。なので、かなり、大画面で、いろいろと楽しむことがね、できるかなというふうには思います。マップを見たりとか、いろんなね、このカスタマイズ性能もね、こんだけ大きいからね、いろんなことができたりすると思いますし、このスマートスタックもね、かなりね、いろんな情報をね、詰めることもできたりとか。なので、使いやすさっていうのはね、このディスプレイサイズ的に SE よりもね、やっぱりそこはね、使いやすいというふうには感じています。で、あとはやっぱり充電ですね。充電がマジで早くて、30分充電しておけばね、80%とか溜まるんですよ。なので、こう、お風呂とかね、入ってる間にね、充電しておけば、高速充電の場合なんですけど、そこはね、完了すると思いますし、あとはね、シリーズ10から9とかよりも、厚みがね、1mm ぐらい薄くなったんですよね。SE と比べるとね、ほぼほぼ一緒ぐらいかなといった感じなんですが、こう、大きいサイズにしてはめっちゃ薄いので、それこそね、袖の中に入れやすかったりとか、冬場とかはね、こう隠して、もうこの辺、手首ら辺もね、服でね、覆わせることも全然できたりしますので、薄さによる、軽量コンパクトさっていうところもすごくいいし、服のね、こうバリエーションみたいな詰まりとかもなくなってくるっていうのも、めちゃくちゃね、いいところかなと感じています。で、あとはこの10とウルトラに関しては、ダブルタップのジェスチャーがあるんですよ。これこんな感じでダブルタップしてあげると、こういう風にジェスチャーを効かせることができるんですよね。Apple Watch って基本的に画面をね、操作するってなると、こっちの腕がいるんですよ。こっちって何もできないんですよね。ここからは。なので、両手が必要なんですよね。アップローチって実は。お皿洗いしてる時とかさ、どうしてもこう触れない時とかあるじゃないですか。そういった時にこういう風に見てあげれば、はい、通知が確認できたり、アラームを止めることができたりとかね。そういったことがね、できるようになりますので、このダブルタップジェスチャーっていうのは、はい。めちゃくちゃ便利です。で、他にもね、やっぱりすごくいいなと思うのが、バンドの多さかな。やっぱりこれがね、結構ベーシックモデルになるので、それこそやっぱこう、純正以外のサードパーティー製のバンドとか、いろんなブランドのバンドみたいなアプローチ用のバンド、それこそエルメスバンドも含めてなんですけど、バンドのバリエーションがやたらと豊富になるので、やっぱ利用者も多いと思うので、そこもやっぱいいところですよね。こう選択肢が多くなって、いろんなこうバンドを楽しむことができるっていうのも一個ね、魅力だとは思っています。はい。っていう感じで健康もトレーニングも睡眠もね、もう全部が全部ね、こう楽しみたいかなっていうのはもうすごくいいモデルだと思っております。ただ一方で、ちょっと僕的にね、感じているね、懸念点というか、ちょっとここかなっていうところをね、ご紹介しようと思います。まず一つがですね、46mm では思ったより大きいです。結構でかいんですよ。僕もね、これ到着してから開けた時に、でかすぎたかもっていう風に思ったんですよね。ちょっと僕、ウルトラがあるんで、このサイズいるかなっていう感じがしてしまいました。特に細身のね、腕をしてる方がこの46だったら結構大きいと思いますので、このサイズ感はちょっとね、つけてみないとわからないかと思うので、思ったよりこの46が大きいので、絶対ね、これ試着した方がいいと思ってます。で、他にもチタニウムモデルがあるんですけれども、こっちのね、デザインめちゃくちゃいいんですよ。すごい高級感もあって、ちょっとこの高級感、ツヤ感っていうのがめちゃくちゃいいんだけど、高いんですよ。とにかく高い。もう少しでね、ウルトラ買えるやんっていうぐらいの価格設定になってるので、ちょっとこの選択のバリエーションが、もうちょいね、優しく、そしてこうね、いろんなこうバリエーションであると良かったなというふうには思いますね。で、他にも SE よりも大きくなって、かつデジタルクラウンが1個出てる形になるんで、アプローチ基本はそうなんですけど、これがね、ちょっと痛いんですよね。SE とかってそもそも小さいんで、僕的にはね、そんなにあれなんですけど、例えば、こういう風に、こう、なんやろな、手をつくとき、例えば椅子でさ、こうやってやるときとか、座り直すときとか、結構、なんかこうなるときってありませんか？僕はね、結構あるんですけど、そういったときにこのデジタルクラウンがここに当たってちょっと痛いな、みたいなときって結構ないですか？てか、今ね、これアプローチ買うか検討してる方が多いと思うんですけど、結構これ僕はあるんですよね。
はい。なので、ここのデジタルクラウンがやっぱちょっと痛いなっていう感じがあるので、大きいサイズを買う方はそこが注意です。で、これに関しては、ウルトラがね、これ良くて、ここフラットなんですよね、結構。なので、ここが当たっても割とそんな痛くないと。ただ、こういうね、デジタルクラウンが出てるモデルっていうのは、やっぱちょっと当たっちゃうと痛いので、そこら辺がね、僕はちょっとね、シリーズ10の、大きいサイズのものは、ちょっと注意が必要かなとは思ったりしています。で、あとはね、やっぱバッテリーですね。どうしてもバッテリー持ちがね、やっぱ SE とね、一応表記上は一緒なんですけど、SE を選ばずにやる方って、やっぱ結構さらにね、いろんなことをしたい方が多いと思うんですよね。使いこなしていきたいとかね。よりこう、睡眠もしっかりとって、こう、トレーニングもやって、ウォーキングも、ジョギングも、もうほんまにいろんな機能をね、使いたい方が多いと思うんですけど、特にね、こう、ワークアウトとかでね、いろいろと計測をしていると、こんな感じでね、始めることができるんですけど、ここからウォーキングをね、記録していって、今何メートル歩いてますとか、何キロカロリー消費してますみたいなのをね、こう測ることができるんですよ。今心拍数こんぐらいみたいなことも測ることができるんですけど、こういったこう計測をしてるとよりこうバッテリー消費っていうのは速くなっていくんですよね。なのでぶっちゃけやっぱ18時間は結構短いです。急速充電には対応してるし、このね急速充電ケーブルもね付属してるんで、まだ耐えなんですけど、やっぱりですねバッテリー持ちはね厳しいね、ウルトラに比べると、っていうところはねやっぱまだ課題点ではあるかなというふうに思いますね。はい、っていう感じで以上がね、僕がね思うシリーズ10のね実際の使用感の特徴かなというふうに思います。ウルトラほどの大きさじゃなくて、しっかりと小型軽量でファッションとしても楽しみながら、もう健康もトレーニングもヘルスケアも睡眠ももう便利機能も全部やりたい方っていう人には、SE ではなくこっちの方がおすすめだなというふうに思っております。はい、というわけでそれではですね、最後こちらの Apple Watch Ultra の、実際の使用感をねご紹介していきます。基本的な性能みたいなところはほぼね Watch 10シリーズとほぼ一緒なんですが、ウルトラにしかない魅力っていうのももちろんあったりします。それがまずはやっぱりこのフラットディスプレイですね。フラットなディスプレイになることによってすごい操作もしやすい。で、あとガラスフィルムがすごく貼りやすいんですよ。僕今ちょっとこれね、もう実際にカバー自体をね、ガラスフィルムのカバーをつけておりましてですね、こういったね、こう画面を守るっていうところの、フィルムとかもすごくつけやすかったなっていう印象があります。で、そもそもこの画面の傷つきにくさとか、画面もすごい強化ガラスでね、すごい守られてるみたいなんですけど、そこら辺の安心感もやっぱあったりしますね。で、あとはやっぱりなんといっても充電です。充電に関してはマジでもう圧倒的に良いっていうかもう別物なんですよね。僕これ一昨日の夕方から今ね、バッテリーまだ1回も充電してないんですけど、まだ 33% 溜まってます。はい、ここ充電ですね。おそらく明日の朝ぐらいまでは使えると思います。ぐらいめちゃくちゃね、バッテリーが持つんですよね。3日間ぐらいは持ちます。なので、1泊、いや2泊のね、出張とか旅行とかは、多分充電器いらんなっていうぐらいなので、この安心感はやっぱえぐいですね。すごく便利です。で、他にもこのウルトラに関しては、ここのね、アクションボタンがあるんですよね。これを押してあげることによって、いろんなこう、ちょっとね、今ショートカットアプリをね、やってるんですけど、いろんなね、こう、設定をしておけば、一瞬でいろんなね、こう自分がアクセスしたいところに行くんですよね。僕はね、これで、乗り換え案内とかをね、ショートカットでつなげて、電車が何分に来るかっていうのを一瞬で見れるようにしてたりするんですけど、他にもワークアウトをね、一瞬にしたりとか、あとはアラームとかタイマーとか一瞬でね、設定できたりとか、やっぱ他のウォッチとは違って1個ね、ボタンが多いので、やっぱりここの活用の幅っていうのはすごく広いなと思っています。で、他にもこのね、モジュラーウルトラというものを使うことによって、例えばね、歩数がね、ここに表示できたりとか、Apple Music 今日の日の入りをね、見ることができたりとか、バッテリーが見れたりとか、気温とかね、方角とか天気とかね、見ることができたりするので、めちゃくちゃね、ここの情報量の多さっていうのが圧倒的に多いんですよね。他にもね、Spotify とか PayPay とかそういったものを割り当てることもできます。これがめちゃくちゃ便利。で、他にも実はウルトラだけ、この長押しするとですね、はい、サイレンっていうのがあって、これをね、鳴らすと、こんな感じで、はい、サイレンをね、鳴らすことができます。これ、だんだん大きくなっていくんですけど、これがですね、ちょっとやっぱ安心感があって、やっぱこう災害時、結構大地震がいつ来るかわからないという状況で、自分の存在をね、どこかに伝えれるっていうのが、多少なりともね、あるっていうのは、こうちょっとしたね、こう安心材料の一つにはなっております。これは結構ね、震災とかっていうよりかは、結構登山の遭難とか、そういった時にもね、知らせるものの設計かもしれないんですけど、僕はですね、これがそういった災害時にもね、役立つんじゃないかなと思って、すごくね、ここはちょっと安心のね、ところになっています。で、大事なこと伝え忘れてました。他にもですね、ウルトラとシリーズ10に関しては音楽をこっちからかけることができるんですよね。SE に関しては AirPods とかをしないと音楽再生できないんですが、音楽の再生を Apple Watch 自体から出すことができるんですよ。なので、こう、お風呂掃除とか、どうしてもね、iPhone 持って行きたくない時とかに、こう、お風呂掃除とかしてる時とかに音楽を流したりとか、ポッドキャストをね、流したりとか、そういったことが、作業中に聞けるようにとか、こっから出すことができるので、そこがね、ちょっと一個大きな違いではありますね。で、最後にね、すごく気に入ってるところは、もうめちゃくちゃ
かっこいいってところ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、これも。ただただいい。ただただすごいいい。もう引き締まったこの、すごいこのね、強そうな見た目の感じで、特にやっぱこう太い腕とかにはね、すごく似合うと思いますし、やっぱこう夏場とかね、こう腕が見えるシーンとかでは、僕は結構ね、上半身が厚めなタイプなので、細い時計よりは、やっぱこう存在感ある方がね、結構似合うかなっていうところもあって、僕はね、すごくこれがね、気に入ってるところになります。はい、という感じでいろいろとね、魅力をお伝えしたんですが、逆に一方でね、実際に使っていくと、ちょっとしんどいところもあるので、それも共有していきます。まずはね、やっぱりこう、でかすぎる、重すぎるっていうところですね。存在感がね、あることはめっちゃいいんやけど、やっぱでかいし重いんですよ。結構やっぱでかいなって思います。それこそね、やっぱこの袖に収まりきらない。頑張ればね、入るんですけど、シャツとかでもね。ただこうやっぱこう、グーグーグーってやらないといけなかったりとか、いい意味でも悪い意味でも目立ちますよね。僕はブラックなんでいいんだけど、もう一個ね、ナチュラルチタニウムの方のカラーに関しては結構やっぱ目立つかなと思いますので、存在感がね、良くも悪くも見えますよね。で、結構重いんですよね。はい。しっかりと存在感があるので、どうしてもやっぱこう、睡眠時の記録をしたいって時に、ウルトラはやっぱね、ちょっとしんどさを感じますね。寝てる時はね、やっぱこう、リラックスしたいじゃないですか。そういった時にこの重さっていうのは、やっぱね、ついてる感がすごく感じますね。で、あとはね、例えばお子さんと寝る方とかさ、パートナーの方と寝る方とかも、やっぱ危ないですよね。これを寝てると、いろんな寝返りを打った時とかにガンって当たってしまう可能性もあったりするので、そういう睡眠っていうのには、実はあまり向いてないんじゃないかなと僕は思っております。なので、そういったところはやっぱ SE とかの方がね、安全だし、すごくね、快適かなとは思います。で、他にも意外とね、大きいし、出っ張ってるからぶつけやすいんですよね。結構僕ね、もうガンってやって、大丈夫かなみたいなことがね、割と頻繁にあるので、ここのね、こう分厚さとか大きさによって、いろんなもう他のものにもね、キーボードとかもやし、いろいろとね、こう当たってしまうリスクっていうのが結構あるんですよね。頑丈なので、これが傷つくってことはね、ほぼほぼない気はするんだけど、結構当たっちゃうっていうのは、やっぱありますね。で、他にもここのオレンジカラーですね。これに関しては賛否があると思うんですけど、僕はね、ちょっと目立ちすぎかなとは思ってて、オレンジこれどうにかしてオプションで黒とかにできんかなっていう風に感じるんですけど、これがね、差し色になっててね、可愛い時はあるんだけど、全体のね、トータルバランスを考えた時に、ここブラックの方がいいなっていう風に思いますね。なので、これはナチュラルチタニウムも両方とも、ここだけオレンジなので、そこのね、オプションがあるともっと良かったなとは思ってます。で、あとはバンドが高いっていうところですね。このウルトラシリーズに関しては、他のね、46mm バンドも使うことはできるんだけど、ウルトラ専用のバンド、オーシャンバンドとか、いろいろとあるんですけど、そのバンドが15000円ぐらいするんですよね。で、こっちのね、普通のバンドってだいたい7000円前後ぐらいとかで買えたりするんですけど、倍ぐらいの値段になるんですよ。一番ね、最初はこれを買うんだけど、どうしてもやっぱり他のバンドも買いたくなりますよね。そうすると2本目とか3本目とかやっていくと、バンド2本追加したらさ、もうなんかもうすぐで SE 買えるやんみたいな値段になってくるわけですよ。っていうので、バンドがやっぱね、ちょっと高いかな。はいっていう感じかな。おすすめな人としては、とにかくやっぱりアクティブな人ですよね。水泳めっちゃやるとか、登山行くとか、もうめちゃくちゃアウトドアな方とか、もう本当にね、ダイバーの方とか、プロの方みたいなね、そういった方には、まずね、絶対的にこれがおすすめですよね。で、他で言うと、やっぱりこのデザインとか、もう Apple Watch っていうその性能を全て取り入れた上で、もうデザインかっこよくいたいとか、もうゴツゴツとした、もうすげえいいものをつけたいみたいな方たちにも、すごくね、これはもうおすすめ、超おすすめできるものかなというふうには思っています。ぶっちゃけね、僕も含めて、ウルトラのね、機能を使いこなしてる人、本当にね、水深何メーターまで対応してるみたいな、そういったところにね、ちゃんとこう、ね、音響を受けてる人って、ほとんどいないと思うんですよ。僕の予想では。とにかくね、見た目っていうところが、デザインがね、すごいかっこいいので、もともと時計ってそういうものだったじゃないですか。時間が見れたらさ、本来良かったのに、何百万、何千万っていう時計があるように、もう結構見た目とかデザインとか、そのバリューっていうものをね、評価して買う人が多いと思うんですけど、そういうところもアプローチで含めていきたい人っていうのには、めちゃくちゃね、満足度もいいし、所有感もあるね、すごい最高のね、ところかなというふうに思ってます。なので、そこも重視したい方にはめちゃくちゃおすすめです。で、このウルトラに関して僕ね、値段はね、高いんだけど、めっちゃ高いってわけじゃないと思ってて、意外と安いんだよっていうことを伝えたくて、というのも、このウルトラに関しては、今買うと12万8000円台ぐらいかな、なんですけど、値段だけで言うと確かに高いと。ただですね、3つポイントがあって、1個はセルラー機能付きであると。本来この SE とかシリーズ10とかを買うときに、セルラーモデルにすると、プラスの料金がかかります。SE だったら何千円、シリーズ10だったら1万5000円ぐらいとかかかっちゃうんですけど、
これが込みであると。で、このね、流れ的に考えたら、本来 GPS がセルラーモデルにするってなると、2万円ぐらいのね、プラス料金だったと思うんですよね。それがもう込みであると。で、プラスでこのバンドがまず標準装備ですよね。バンドの込みの値段ですと。で、このバンドが単品で買うと1万5000円弱ぐらいしてしまうと。で、それプラスでさらに、この急速充電器ですよね。これも付属されています。同梱品の中に入っています。で、これが単品で買うと5000円ぐらいするわけですよ。なので、これらを含めると、だいたい4万円ぐらいの、めっちゃ単純な計算やね、これは。すごい単純やけど、これらを込みした状態が12万8000円ぐらいの価格というふうに考えたら、だいたい9万円ぐらいでこの本体が買えるわけですよね。って考えたら、なんか全然なんか僕的にはめっちゃ高いわけじゃないかなっていう風に感じるんですよ。そういうね、考え方もね、あるんだなっていう風にね、思っていただければすごくね、嬉しいなという風に思っております。はい、というわけで最後にですね、それぞれの価格と安く買う方法についてご紹介できればなという風に思っております。Apple Watchをね、買うにあたって一番最初のね、モデルの SE が3万円台から購入できるということなので、結構ね、やっぱりお買い求めやすいですよね。で、シリーズ10に関しては59,800円からになっちゃうので、ほぼ6万円からのスタートということなので、1.8 倍ぐらいのね、価格になるので、そこのね、差が大きいので、それだったら SE でいいわっていう方もね、多いんじゃないかなというふうに感じております。で、ウルトラに関してはね、先ほどもお伝えした通り、だいたい9万円ぐらいのね、本体料金と考えると、僕はね、そんな高すぎるわけではないかなと思ってます。で、しかもそのバッテリーとかも、日々のストレスから解放されるわけじゃないですか。ウルトラであることで、2日3日は余裕で持つので、バッテリーのね、ストレスもなくなるって考えると、全然ウルトラでもね、僕は選択肢としてもありなんじゃないかなというふうに思っております。これらがね、現行シリーズの価格になりますので、僕が紹介したね、この体験ベースの話とかをもとに、自分に合ってそうなのはこれかなみたいなことをね、見つけてもらえたら嬉しいなと思います。で、最後に Apple Watch をね、買うにあたって、僕はね、認定性別品もね、ありだと思うんですよね。これはね、Apple が、認定で中古っていうか、新古品みたいなものを整備して、もうオフィシャルで出してる、ちゃんとね、ケアをつけてやってるっていうものになるんですよね。ここで買うと、さらにね、数千円とか、下手したら数万円とか安くなるので、こっちで買うっていうのもね、結構ありだと思います。特にね、僕、ウルトラ2はね、10万8800円で確認してるので、もう2万円ぐらい安いんですよね。で、めっちゃ綺麗やし、全然ね、バッテリーもね、持つので、僕は結構これありだと思ってます。僕、この認定整備品はね、結構利用してて、MacBook とか M2Max の 96GB の 4TB の SSD っていうね、超はちゃめちゃエグスペックとかを、多分買ったら78万10万ぐらいするやつを、僕50万ぐらいで買ったりとかで、仕事用なんでね、あれなんですけど、でもすごい安いと思うんですよね。で、しかもその一つ前のモデルとかも購入することができるので、今だったら10なんだけど、9とかもね、多分今出てると思うので、そういったこともできるので、僕はここで買うっていうのもありだと全然思っております。で、Apple Watch に関しては中古市場もかなり出回ってますので、綺麗なモデルとか、ほぼ使ってないっていうね、ものとかもめっちゃあるので、そういったものも購入するっていうのも僕はね、ありだと思っております。はい、というわけで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。もしね、皆さんに最適なものが見つかってたら嬉しいなと思いますし、せっかくね、買ったのであれば、セッティングもね、しっかりしていきたいですよね。そんな方に向けてね、僕実際にもう動画公開してます。これを見たら、初めてのね、初期設定というのがね、全部できると思いますし、僕がね、普段やってること、便利な機能をね、大体ね、ここで揃っておりますので、もしよかったらね、購入した後にね、この動画を見るんだっていうことをね、覚えておくためにね、いいねなどでね、保存しておいていただければなというふうに思っております。このチャンネルは他にもね、この iPhone でのね、初期設定であったりとか、iPhone のカメラセットを紹介した動画とかもね、たくさん出していますので、必ずね、皆さんのね、ライフスタイルを豊かにすることのお手伝いができると思いますので、よかったらですね、チャンネル登録やいいね、保存、そして今後のね、動画も楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。